はい、今回は、ドラムロールの奏法について紹介したいと思います。はい、で、ロールと呼ばれる奏法の中には、こういったパラ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 っていう感じの、オープンロールと呼ばれる、ダブルストロークを速く叩くロールもありますけれども、今回のロールはいわゆるスネアでザーッという感じのこのクローズドロールと呼ばれる奏法をやっていきたいと思います。で、ロールは音の長さ、音階のコントロールができますので、フレーズの、ニュアンスとか、バリエーションを増やしていくのに、とても役立つ手法だと思います。はい、で今回は、基礎編ということで、とにかく音をつなげる、というのをやっていきたいと思うんですけれども、スティックのバウンスを使いますので、パッドでしたら、よく跳ね返ってくれるタイプで、スネアでしたらちょっと皮を張り気味にしておくと、感覚がつかみやすいと思います。はい、では、ロールのやり方ですけれども、基本的な考え方としましては、押し込んでたくさん連打させるというのを、オルタネートでつなげていく。という感じで、これスネアですと、この振動でこのスナッピーを、鳴らし続けるという感じです。はい。で、グリップに関しましては、押し込む時に力が入れやすくて、でなおかつよく跳ね返ってくれるというのがポイントですので、親指と、人差し指、この2本だけを使って連打させていくというのをまずは、身につけていくといいと思います。でスティックの持ち方は、他にも人差し指を外したりして、軽めに持ったりとか、小指を支点にしたりっていうのも、ドラムではよく使いますけれども、ロールの場合支点を一点に集中させるように持つことで、跳ね返させるのがやりやすくなりますので、まずは、ここから始めていくといいと思います。はい、あとは、一定の音を出す場合は、
同じ場所を打ち続けるというのを基本にしながら、ダイナミクスをつける場合、叩く場所を変化させたりとか、あと、押し付けていく力を変化させていくという感じになります。はい、であと、ニュアンス付けの手法として、打面をずらして連打させたりとか、これ結構やりやすいんですけども、あと、トラディショナルグリップでは、そもそも、叩き方が左右で違いますので、こんな感じで、いろんな叩き方を使っていくこともできます。では、親指と人差し指で、バウンスポイント、スティックが最も跳ね返ってくれるポイントをつまんで、同じ場所を打ち続けるという基礎をやっていきたいと思います。で、片手だけでやってみますと、この押し込んでいく手首の力と、人差し指を閉じていく力、この両方を使っていきます。で、これだけですと早めに連打が止まってしまいますので、押し込んだら力を抜いていく。力を入れるのは最初だけで、跳ね返りに合わせてスッと、力を抜いていく。これをまず利き手で、感覚をつかんでいくといいと思います。はい、動かし方としては、こんな感じです。で、先ほどのニュアンスでずらしながらというのがありましたけども、こんな感じで手前に引いても連打させやすいと思います。
ただ、左右でこう連続させないといけませんので、これたくさん動かすと、こう肘もこう前後に動いてしまって、ちょっとロールとしてはやりづらいかなと思いますので、使うとしても、肘はあまり動かさないようにして、少しだけ手前に引くくらいにしておいた方がいいかなと思います。スティックを上げるときに、手首で少し引くくらいという感じで。基本的には、その場でダララララと、連打させる感じです。はい、で練習としましては、間を空けながら右左という感じで、これを少しずつ速くしていきます。でこの時に片手の連打の数はできるだけ変えずにそれがだんだんこう重なっていくようにします。はい、で注意したいポイントとしましては、これ、音をつなげたくて早く左右を動かしてしまう、これついついやってしまいがちな動きではあるんですけども、これは結局片手の連打が短くなったものがこんな感じでこの短い座の連続になっている状態ですので、短い座の連続で、これが長い座が、重なっていくようにすると途切れずにうまくいきますので、これ譜面にしてみますと、こんな感じで、ザーンザーンザーンではなくて、ザーウ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 という感じで、ギリギリまで連打を伸ばしてでスッと上げるというところを意識していくとうまくいくと思います。はい、でこれの具体的な練習フレーズとしましては、右左右左で、この叩き方ではなくて、こっちのザータア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 、この動きを右からと左からで、やっていくというタイミング練習になります。では、一度ゆっくり演奏してみますので、よかったら一緒にやってみてください。でこれ、ゆっくりですので、連打が止まってしまうかもしれませんけれども、そこは気にしすぎず、上げるタイミングを強く意識してできるようにしていきます。はい、ではやってみます。
はい、そして、トラディショナルグリップに関してですけれども、このグリップは基本的に親指でコントロールしますので、ロールも基本としては親指で押し付ける感じで、こんな感じで、人差し指とか中指でこう、跳ね返りを止めてしまわないように親指だけでプッシュで、薬指を使って持ち上げる、これを基本として、連打させられるようにしていくといいと思います。で待ち戸と同じようにちょっと後ろの方に、ずらすっていうのもやりやすかったりするんですけども、これもやっぱりこうスティックを上げるタイミングで、少しだけ後ろにずれるという程度でしたらいいと思います。で最初にやりましたニュアンスで、こんな動きとか、っていうのはまた次のステップとしてやっていきたいと思います。はい、では最後に、練習フレーズでこれを演奏したいと思います。はい、これは先ほどのこれは左右続けたフレーズでして、譜面にするとややこしいんですけれども、考え方とか練習法としましては、常にチップは打面につけた状態にしながら、叩いたら反対の手を上げる、上げる上げる、この上げるタイミングを8分にしている感じです。タッ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 、上げる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 、こういった動きになります。でこれロールがうまくできない原因の一つのこの間が空いてしまう叩き方、これをゆっくりにするとこういうことになりますので、そうならないように、反対の手を叩いてから上げる上げる上げる、この動きのための、スローテンポのフレーズです。はい、でそして、その動きが体に入りましたら、可能な限り、落とした方の連打を続ける。という感じです。これをぜひ一緒にやってみてください。はい、ドラムロールについてでした。